せっかくね遮光タープにしたのに、がっかりですが、5面真空パネルです。すごくないっす。8本も入っちゃう。あとはお目が惜しいですよね、やっぱり。よっしゃ、完成です。見てこれ、七味がもう普通に見えてる。よかったね。よいしょ、トイレ行ってくる。助けて。ほやほやほや。ほやほやほや。ほや。どうぞ。朝から寒いですね。もう今日はね、俺暖かい服持ってきてないんで、カッパでも着ようかな。寒いわ。ちょっと無理。ちゃっぽいちゃっぽい。はい、おはようございます。あいにくの雨ですね。朝はね、止んでくれてると思ってましたが、普通に降ってました。がっかりですが、朝の血糖値上昇タイム、今日はわらび餅になりますね。わらび餅食べていきましょう。めちゃん何してんの。じゃあまずコーヒー入れていきましょう。ほんとうまく考えられてますよね、これって。いつも思う。ここのサイトはね、電源があるんでいいですよ。ケトル持ってきてるんで、お湯がすぐ沸いちゃいます。文明の利器ありがたい。蒸らしが終わったんで入れていきましょう。もう美味しそう。せっかくね遮光タープにしたのに、今日は遮光タープじゃなくても全然良かったですね。今回のキャンプは本当遮光タープじゃなくても良かったわ。逆にね、防寒対策をちょっとしてこなさすぎて寒い。カッパ着てます。舐めてた。悔しい。しかもね、今回ね、これ短パンも持ってきてたんですよ。今回はね、もうゴム草履にして、そしてね短パンでね過ごそうと思って、それぐらいねもう暑くなると思ってたんですよね。逆に
ムシムシした暑さだと思ったんですが、もう全然違ってびっくりや、本当に。あったかいものが美味しい感じです。最高。皆さんはね、きな粉こっちに入れる派ですか、こっちにかける派ですか。私はかけちゃいますね、もう。さあ、いただきます。美味しい。きな粉が美味しい、やっぱり。うましです。ここの近くにね、昔行った王将があるんですけど、そこの王将さんってね、ワンちゃん同伴 OK なんです。しかも台湾ラーメン美味しかったですよ。よかったらね、行ってみてください。さあ、今回はね、こちらコメリ商品をね、1点2点3点4点ね買ったんでね、案外いい感じなんで紹介したいと思いますね。まずこちらトングですね。焼肉の時のトング、もうちょっとね長い方が良かったかな。これ使ってみたんですが、この火元に近づけると手がやっぱ熱くなってましたね。焚き火とかでやるとね、七輪とかでやるとやっぱ熱さ感じますね、かなり。でも袋もねちゃんとついてるし、絵も綺麗、かっこいいですよ。いい感じや。しかも置いても先っちょはね汚れません。こういうのありがたいですよね。そして今回こちらがきっかけですね。松原さんがね使ってたんですよね。このねソフトクーラーバッグ、めちゃくちゃ分厚いんですよ。これ分厚さが特に気に入りましたね。タフクーラーバッグ20リットルになります。この分厚さが保冷力増してくれるらしいですよ。これ自慢の保冷力です。しかもねペタンとできるのもいいですよね。これホームウレタンホームがね分厚いんですね。きっとこれだけでねきっと冬いけると思うんで買っちゃいました。冬とかだとこういうねソフトのクーラーボックスだとね帰りにねもうぺちゃんとできるんで便利ですよ。夏でもね全然ね買い物した時に使えますからね。しかもこれがいい、チャックにねこの引っ掛けて閉めれるの、ダブルチャックになります。しかも2リットルのねペットボトルが8本も入るんですよ。これすごくないです？ 8 本も入っちゃう。ショルダーにもなるしトート的にも使えるしいいですね。これはねなんなの、ここにつないで何するんですかね。こんな感じか。箱状になりますねこれで。いい感じ。ほらここにねちょっと引っ掛けるものもありますからね。これこっちにかけるよりもバランス的にはこうなるとねきっとこんな感じになっちゃうんで、こっちにかけるたすき掛けにした方がいいでしょうねきっと。こいつにもこの方がいいや。この方がちゃんとねバランスが取れます。
ああ、こんなところにもチャックが。ちょっとしたものをね入れるのに便利ですよね。最高や。しかもね、去年の色と違って、この何色かな、これ何色っていうんですかね、明るい色になったんでね、お日様のね下でもねあちあちになりにくいですよ。やっぱね、去年の色のね真っ黒だと熱を吸収していくんでおすすめです。まだ使ってないんですけどね。いい感じですよ。そしてこちら真空パネルキャリークーラーボックスになりますね。36リットルです。これ色もいい感じになったしね、最高ですよ。真空パネルっていうのが売りですね。クーラーボックスとかってね、段階的に言ったら一番下が中がね発泡スチロールで、次がね高密度ウレタン、そして真空パネルになるんですよね。そのね上に行けば行くほど保冷時間がどんどん上がっていきますね。長くなっていきます。ということでね、5面真空パネルです。1、2、3、4、そこですね。一番上だけがね高密度ウレタンになります。こいつ冷気はね下に行くんでね、ちょっとね縦長になってますね。このクーラーボックスはいい感じです。これめちゃくちゃ良かった。保冷力がね使ってみたんですが抜群。使ってみて買ってよかったと思いましたね。最初はねシマノとかダイワを見ていろいろ探してたんですけど、ダイワが欲しかったんですよ。本当は値段がね、こいつ何個か買えるぐらいの値段だったんでね諦めました。こいつでも十分っすよ。見てくださいこれ。しかもね真空パネルのいいところはこれですよね。この壁の分厚さ。高密度ウレタンの場合はね、高いね高密度ウレタンのクーラーボックスとかにこの壁がめちゃくちゃ分厚くなるんですよ。そうするとこのサイズだとね、この内側にねどんどん分厚さが増すんで、容量がねめちゃくちゃちっちゃくなっちゃうんですよね。これが真空パネルのいいところでもありますね。壁が薄くできる。ありがたいですよ。しかも使用したことあるんですけど、何度か氷が全然溶けない。全然ってわけじゃないんですけど、溶けがもう明らかに違ってましたね。ありがたい。これいいですね。縦長っていうのも良かったかもしれませんね。ここに手かけるとこあります。そんで持ち運び楽ですよ。そしてコマがついてるんで、これね引っ張っていきますね。これいっぱいいっぱい入れたら重いですからね。これだとお子様でも運べます。そしてここの天板ですよね。ここがフラットっていうのもありがたいですよ。物を置ける。何でもね私物の上にね物を置いてしまうんでね、助かってますね。コップを置くようななんか穴みたいなのも開いてますからね。こちらのクーラーボックス、通常のクーラーボックスより 2.5 倍の保冷力をね実現してるらしいですよ。そういう歌い文句もいいですよね。しかもね、私マヒャドボードっていうのを持ってるんですよ。私の持ってるマヒャドボードがここにねぴったしなんですよ。これあれあるとねまたいい感じです。最高ですよ。そしてこのバックルですね。このバックルのね売りがね、指一本でね開け閉めできますよって書いてあるんですけどね、私はこのねゴムの素材がなんか貼り付けてあんのかな。これあんまり私そこまで気に入ってないんですよね。長い間使う方なんで、私の性格上これはこのゴムの素材じゃなくてもよかったかな。もっとねしっかりした素材の方が良かったです。でもね楽は楽ですからね。これいいで、もうキズキズになってきてますね。ここもでもね、この商品のカラーは去年のカラーになるんですよね。今年のカラーはこちらになります。水色とねシルバーの涼しい感じのねカラーになりますね。
でもあえて私はねこちらのカラーを選びました。よし、今日はねアイスコーヒーにしていくんで氷の方使っていきますよ。おお、溶けてるかな、これどのぐらい溶けてるやろ。一回見てみましょう。危なかった。溶けてない。すげえ、すごいですね。溶けておりません。さすがコメリさん。しかもこの蓋がやっぱりいいわ。壊れにくいっすよね。こうやって閉めるやつね、案外ここは壊れたんですよ私。しかもね容量がちょっと大きいんですよこれ。この氷はね朝入れてきてね、もう今夕方ぐらいですね。そして今日の方の気温は20度からね25度ぐらいでしたね。それで溶けてない。ありがたいですねこれは。よっしゃ、これでいけるでしょ。朝のね6時ぐらいに入れたんですけどね、氷の方いっぱいいっぱいは入れてなかったんですよねこれ。そしてさっきからね皆さんでね氷使って飲んでました。見てこれ、溶けてるのほんのちょっとだけじゃないですかこれ。わかります？このちょっとだけなの見えるかな。少ししか溶けてない。こういったものってね氷が入ってない空間があればあるほど溶けやすいんですけど、これねそこまでねたくさん氷入れてなかったんですよ。それでもこの溶けにくさありがたいですね。めちゃくちゃいいわこれ。うまっ、やっぱ冷たいの最高。ワンちゃんご飯の時間ですよ。ご飯じゃないですね、おやつです。はい、よいしょ。あずきちゃんはねこれここ埋まっちゃってる。心臓のお薬とねこれ胃腸のお薬です。これ飲んでます。あずきねもう主食を食べないんですよこれ。焼き芋ばっかりあげてるからこれお薬で。ほんとあんまり食べてくれなくなったんですよね。あれ困るわ。それはお薬の袋ですよ。はい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 、ゆうちゃんもはい、あずきちゃんはい、ゆばちゃんもはいよっしゃ。あんだけカリカリ好きだったのがね全然変わっちゃいました。さあ今日の朝ごはんはこちら倉敷うどんになりますね。ぶっかけになりますよ。美味しそうでしょ。古市のぶっかけうどん、さあ作っていきましょう。お腹すいた。まずはね玉ねぎ刻んで炒めていきますね。ニンニクのいい香りしますね。ニンニクの中に玉ねぎ、まだねこれ
指が痛いですね。バネ指ちゃんが痛むわ。重いもの持ったりしてもね、バネ指ちゃん痛みますよ。そういえばね、視聴者さんで加藤さんって方がおられるんですけど、きくらげ昆布かな、小餅の小餅きくらげやったかな、それをおすすめしてくれてたんですよ。めちゃくちゃうまそうなんですよ。それ買ってみようかなってね、ちょっと思ってます。皆さんもね、ご飯のお供でね、なんかおすすめあったら教えてくださいね。ああいうの白ご飯に合いますよね。きくらげの食感のね、コリコリっとした感じにね、なんか卵のプチプチ感があって美味しいみたいなこと書いてましたね。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。それの佃煮かな。ご飯のお供に佃煮は最高ですよね。ああ、よだれ出てきた。そんなの想像してたら。よし、ここにね、牛いっちゃいますよ。この牛見て、これこんだけでめちゃくちゃ高いんですよ。これもうびっくりやった。牛ね、久しぶりにこんな細切れみたいなの買ったんですけどね、こんなに高かったかなっていう値段になってましたね。ほんと豚と鶏しか買ってない私にはびっくりな値段に変わっててびっくりしましたね。なるべくね、この火はね、あんまり通さないようにさっと通すだけにしたいんですよね。これ本当は開いてほしい。だからこそ醤油、みりん少々、砂糖多め。砂糖は多めが美味しいですよね、やっぱり。よっしゃ。あ、こんなんでいいでしょう。あ、いい香りしてるわ。すき焼き風やからな、これ。よっしゃ。こんなもんでええわ。風が強いからね、風防を出した方がいいですけどね、もうめんどくさくなってます。風よけ出すのが。よし、これでうまいわ。きっと余熱で火が通るでしょ、大体。ちょっと味見してみましょう。牛のうまみです。もっと味濃いめでいいけど、まあこんなもんでいいでしょう。よっしゃ。ああ、危な。乾燥剤入っちゃうとこやった。うどんの方いっちゃいます。くっつかないようにね、いっちゃいましょう。なんかボツボツ切れちゃってるな、これ。今日はね、寒くてね、オンで食べたいんですが、冷で食べますね。うどんってね、冷で食べると締まって美味しいですよね。でも気分的にはオンです。やっぱりね、オンにすることにしました。冷は寒い。体冷えてくわ。よっしゃ、これ無理か。よっしゃ。ああ。よっしゃ。これ。おいしょおいしょ。うまそう。そして温めたね、このスープの方ぶっかけていきます。あー、あったかい。あー、いい香りしてますね。よし。肉を乗せて、あと肉と卵ですね。それで完成です。ネギ巻いて、ああ、よいしょ。よっしゃ、完成です。早く食べよう。
っしゃ、完成しましたね。さあ食べていきますよの前にね、まず白身の方もちょっと飲んどきます。ロッキーを見たね少年、あずき少年は生卵をよく飲んでました。あよし、いただいてきますね。さあうまそう、うまそうですよ。最高です。うどん落ちた。いただいちゃいますね。うまい。うどんの麺もね細めなんですがコシがあって美味しいですよ。卵割れちゃった。もう卵も絡めて、濃厚です。うまい。さあお肉をねちょっと卵にドボンさせて食べちゃいましょう。うまい。うどんと違ったねまた美味しさがありますね。米でもうまいけどうどんでもうまい。幸せです。レイで本当は食べたかったですね。暑い中コメリさんのねアイスストレージで大量に持ってきたのに氷仕方ない。ああ温まる。あつきしょ喧嘩しちゃう。はいはい待てでそいそいあつきだけあつきしよおりこちゃんですね。ゆずばあちゃんも下差し込んできて下差し込んできてる。はいよし。今回のキャンプも怪我もなく無事終わりそうですね。いい感じです。あっという間に終了ですね。早すぎるわ。そして私はキウイ食べましょう。あらあらよいしょ、うまそう。このねゼスプリちゃんがねうまいんすよね。うまそう。いただきますよ。甘酸っぱくてうまい。めちゃうまですね。フルーツも高くなってもう買えなくなるわそのうち。もうあら何するんやあの子は。はいはいはい。美味しいですね。ちょっとこれね吹くじゃないですか。吹いたらね
また雨降ってくるんですよこれ。あるあるですね。あ、日が出てきましたね。帰る頃にはこれです。いつも知ってました。今回はもうずっとね曇りみたいなんですけどね、たまたまでしょうね。あちょっと暑くなってきたわこれ。何これ。ハンマーハンマー。はい、撤収の方終わりましたね。ああ、よかったです。最後はね、乾燥させれてね、撤収できました。家帰ってね、乾燥させなくてもいいんで、よかったです。そこはよかったな。今回は雨キャンプになってしまいましたが、最後良ければ全てよしですね。そしてね、美味しいご飯も食べれたし、しかも何より、このドッグランサイトですよね。ワンちゃんにとってはね、最高な一日になりました。ちょっとね、騒音の方がね、やっぱ気になるキャンプ場ですね。高速道路が近いのと、そしてなんかね、工事現場というかね、ユンボが動いてますね。それさえ気にしなければ、お値段も安いですしね。よかったです。さあ、気をつけて帰ろうかな。帰りたくない。帰りたくないわ。負けちゃった。まだね、やっぱ違和感ありますね、指。台湾セットもわかない丼。850、昔の値段じゃん。台湾ラーメン来ましたよ。見てこれ、七味がもう普通に見えてる。いっぱい入ってますね、赤いのが。辛そう、うまそう。うわ、赤いの浮いてる。いっぱい赤いの浮いてる。美味しい。美味しゅうございます。うまい。四日市に来たら台湾ラーメン。台湾ラーメンにスープ、酢豚、飯、餃子ですね。うまそうです。さあ食べていこう。私大好き酢豚ですね。酢豚大好きです。うまい。シンプルイズベスト。餃子の王将でワンちゃんと一緒に食べれますね。よかったね。あすきちゃんお待たせしました。帰れますよ。